おはようございます。阿部義俊です。今回は、ここに仕事用の液晶タブレットが、シンティーク、24インチのそのプロっていう、4、5年前のモデルかなになるんですけど、これがあって、これが先日ぶっ壊れまして、壊れたと思ったちゃんと線が引けなくなりまして、そこから一応締め切りを抱えている自分が再び絵が描ける状態になるまでにやったことっていうのをとりあえずバーッと喋ってって、トラブルが起きた時のそのイラストレーターの、対策の参考にしていただければと思います。正直、その自分がそういう対策に長けてる人間ではないので、半分ぐらいは反面教師になっちゃいそうですけど、ちょっと話していこうと思います。昨日6月の8日に違う。もう初っ端から間違えた。6月の7日にちょっと YouTube の動画とかを撮って、この仕事場で、午後に入ってから、作業を始めようと思って、クリップスタジオを立ち上げて線を引き始めたら、なんかちょっとおかしいんですよね。僕正直、もう自分の線自体が、ガチャガチャした線なんで、最初一瞬、なんか自分の単純になんか汚い線を引いてると思ったんだけど、線がカーソルを置いて線を引くと線がプツプツと途切れたり、あるいはそのこうピッピッてこうなんか心電図で、脈を打ってるみたいに線がこうピンピンって跳ねるんですよ。で、あれと思って、これがこのシンティークのプロペン2ですけど、まず最初に疑ったのは、ペンの寿命が来たのかなっていうことでした。自分はそんなに筆圧が高い方じゃないんですけど、でもこれもここ2020年の終わりぐらいかに仕事場借りてから、その時にこれ買ったと思うんで、3、4年使ってるわけですよ。なので、毎日使ってるもんなんで、ぼちぼちそのペンに寿命が来てもおかしくはないと。なので、まず疑ったのは、ペンでした。で、問題をとりあえず切り分けて、一個一個潰していかないと、漠然となんかおかしいぞおかしいぞって言っても解決しないんで、問題を大きく切り分けようと、とっさに思いました。問題としてはだから、ペンの問題、あとは液タブ自体に何か壊れてるかもしれないっていう問題。これは Mac につないで使ってるんで、Mac 側の問題、その Mac のハード的な問題、ソフト的な問題ってとこですかね。あとはだから、Mac の問題の方に入れちゃっていいと思いますけど、液タブと Mac とのその配線の問題ですか。そのあたりに、問題を切り分けてみました。で、まず最初にやったことは、まず奥さんに LINE で、液タブ壊れちゃったみたいな話をしたら、真っ先にその奥さんにこの間、XP ペンっていうメーカーのその16インチぐらいの液タブ買ってあげたんだけど、うちのやつもしやばかったら貸すよみたいな、返事をもらって、とりあえず最悪の事態、要するにこれが、メーカー持ち込みで修理に2週間かかりますみたいになった時に、一応締め切りもありますし、えらいこっちゃになっちゃうんで、パソコンの場合、その最悪、そのやっぱり複数台のパソコン持ってるんで、ソフトのそのインストールし直しとかめんどくさいですけど、特にほら、Adobe のクリエイティブクラウドとか、その使えるパソコンの台数が限られてたりして、あれは一応新しいパソコンにやった時には前に使ってたパソコンの方をオフにして新しいのをオンにすれば、その2台かな、制限があるんだけど、その移行はそんなに大変じゃないんですけど、クリップスタジオもでもその、例えばだからそのシリアルを入れ直したりとか、一手間二手間あるんだけど、でもパソコンは最悪、家中引っかきましたら、多分どなたの家にもってことはないか。でもパソコン割と複数台あったりするもんじゃないですか。で、そっちはどっちかっていうとあれなんだけど、液タブをいざという時のために複数台持ってる人はそうそういないと思うんですよね。なので、これが壊れちゃってると相当やばいわけですよ。なので、今回で言うと、その、奥さんのところで使ってるその16インチの液タブを最悪の場合は借りてくるっていうのが、できたんで、ロスしても1日、半日ぐらいで済むなと思って、ちょっと安心しました。で、もう一個自分のバックアップとしては iPad Pro を持っていて、で、iPad Pro の方にもクリップスタジオは入れていて、で、クリップスタジオの設定も、できる限りここと、そのモニターのサイズが全然違うんで、使用感は全然違うんですけど、でも一応同じ種類の自分のそのカスタマイズしたペンを両方に入れておいたりしてるんで、まず同じような作業はできるようになってるんで、とりあえず奥さんの XP ペンか、僕の iPad Pro で、その最悪なんとか、何日間かしのぐことはできるだろうと。で、あとは、まだ問題のその切り分けがどうこうの前に、プロペン2の、これだからその、ワコムのシンティークのそのプロペンっていうペンですけど、なんか今の最新版はプロペン2っていう製品名ですけど、プロペン2を1本ヨドバシで買い直しました。で、これは翌日に届くと。問題が切り分けられて、ペンが怪しいってことが分かってから買ってもいいっちゃいいんですけど、僕の場合はとか仕事でやってる人の場合は、1日ロスが、そのプロペン2 1本1万円ぐらいですけど、
プロペン2を買うのを迷ったせいで1日作業が遅れるとすると、そこで起きるそのロスが1万円よりも高くなっちゃう可能性が高いので、もうとりあえずこれは買っとこうと。で、いざとなったらこれ、それこそペンが次に壊れた時にとっさに使える予備として使えるじゃないですか。その1本、新品を持っておけば、仮に、こっちのこのプロペン2、今まで使ってたやつが壊れてなかったとして、今まで通りずっと使い続けられるとしても、新しく買った方はいざ次にこいつが本当に壊れた時のそのバックアップとして使えるんで、損にはならないわけですよ。特に仕事でやってる場合には。っていうかね、正直恥ずかしい話ですけど、プロでやっていくんだったら、プロペン2予備1本買っとくぐらいのことは、しておいても全然いいと思います。今言ったみたいに無駄にはならないし、いずれやっぱり何年かに1回壊れると思うんですよ。で、その時にあわあわするよりは、ペン1本持っておいた方がいいし、あと今言ったみたいに、ペンが壊れたかどうかのチェックって一番簡単な方法っていうか、最初にやることって、絶対に壊れてないって分かっている新品のペンを使ってみて、そこでその線が途切れるかどうかをチェックすることなんですよね。なので、正直、このプロペン2が壊れたかどうかのチェックって、新品のペンがないとできないんですよ。で、新品のペンなしでやろうと思ったら、本当に消去法で他の原因が全部潰せた時にペンを疑うみたいな話になっちゃうんで、そういう意味でも、予備のペンは何がしかの方法で持っておいた方がいいなと、今回ちょっと反省しました。要するに自分の場合だから iPad Pro で、最悪できるからいいやと思って、ちょっとそのあたりを怠っていたっていうことに、今故障してから気がついて反省しました。で、プロペン2に関しては、とりあえず買って届いてからチェックってことになるんで、ここにプロペン2に関してはあまりやることはなくて、でも一応やっておこうと思ったのは、僕はこっちだ。えっとこの今まで使ってたプロペン2は、ペン先をカスタマイズしていて、今写真出しますけど、普通はここにその純正の、プラスチックのペン先のチップが入ってるんですけど、で、そのチップを、本体に付属していた、このピンセットかなんかで、こう挟んで、キュッと引っこ抜くと見えるかな？細い、爪楊枝みたいな、先っちょがちょっと太くなってる爪楊枝みたいなペン先があるんですよ。で、このペン先はここで書いていくとどんどん削れて消耗していくんで、書きづらくなったら引っこ抜いて、入れ替える。で、ここにその50本入りぐらいのその交換用のペン先は持ってると。で、僕はこのペン先をなかなか削れない、金属製の、金属削り出してどなたか個人で作った人がいて、で、形は全く同じなんで、長持ちしますよっていうペン先を買ったんですよ。で、この金属のペン先の場合は、こっちのタブレットの方のガラスを逆に削ってっちゃうんで、ここにしっかりした保護フィルムを貼っておかないと危ないんですけど、一応僕としては、これがどんどん削れていっちゃう、のが嫌だったんで、その金属のペン先を使ってたんで、こいつがもしかすると何か不具合の原因かもしれないと思って、それを外して元のプラスチックの純正のペンにペン先に戻したりしました。で、結果的に言うと、それでも全然状況が改善しなくて、なので、ペン先の問題じゃないってことは、分かりました。で、細かいこと言うと、もうちょっとやったこととしては、今までのその金属のペン先をちょっと抜いて角度を変えて入れ直すみたいなことをやりました。これは最近のやつどうだかわかんないけど、自分はだから1993年からワコムのタブレットを、ほぼずっと一時期 iPad Pro に環境を移そうとしたんで使わない時期もあったんですけど、そうだよね、93年だから、もう31年目だよね。すげえな。人生の半分以上を液タブと過ごしてきている、ぐらい、ワコムの液晶タブレットをずっと使ってきてるんですよね。で、昔のやつは、その僕みたいにこうしてみると、ちょっと僕筆圧高めなのかもしれないですね。使ってるうちに、なんかね、ペン先が、この中のコードが正確にどうなってるのかわかんないけど、ペン先がカクって、なんかね、ちょっとめり込むような感じになることがあったんですよ。で、そういう時にはちょっとペン先を抜いて、ちょっと角度を変えて入れ直したりすると良くなることがあって、その時点でかなり寿命が来てる、場合の話ですけどね。だからそんなようなことが過去にあったなと思ったんで、ちょっとその角度を変えたりとかも何回か試してみて、結果的には、状況は改善しなかったです。鉛筆みたいに、どの角度でも書き味があんまり変わんないやつは、僕書きながらこう回しながら書いたりするんだけど、ワコムのプロペンに関して言うと、物理ボタンがここに2つついてるんで、絶対にこの角度なんですよね。なので、もしかすると、定期的にこのペン先も削れてくる時に、ペンの角度が固定されてるから、削れる角度も固定するじゃないですか。ほんとはね、時々ちょっとね、ペン回転させてあげるといいかもしれないです。
この金属の削れないペン先を使ってるって言ったけど、それでも僕みたいにその3年以上使っていると、最終的には削れてきてて、で、金属のペン先が削れてきた時には怖いんですよ。丸いペン先がこう斜めに、要するにずっと同じ角度で使い続けてるから、こう斜めにやっぱり削れていくんですよ、この丸いペン先が。で、こう斜めに削れていくと、この角が刃物みたいに鋭く尖ってて、ある日、ちょっと持ち手の角度を変えてこうやったら、保護フィルムをちょっと薄く裂くように切ったんですよ。びっくりして。なので、同じ角度でずっと引き続けていくと、このプラスチックのやつはそれで摩耗したら変えるってもんだからいいんだけど、金属のペン先は、そんなに頻繁に変えるもんじゃない、1本なんか2、3千円するもんなんで、ちょっと回転させながら使うといいと思います。豆知識みたいな感じで。僕はそれで、削れてきててびっくりしました。本当は本来削れないようにできてるんだけど、僕の場合は紙のようなザラザラの質感の液晶保護フィルムみたいなのを使ってるんで、摩擦が大きいんですよね。多分それで、早く削れちゃったんだと思います。って話はそれたけど、プロペンに関してはそこでもうやることはなくなったんで、とりあえずその他の原因を探そうと思って、で、これでこの辺りでなんかね、その日はもうなんかバタバタしてて夕方になっちゃって、寝ちゃったんだけど、家帰って寝てしまったんだけど、で、その日の次の日に液タブのドライバーのチェックをして、そうだ、で、翌日に関しては、そうそう、あれもあんまやってないのと思ったら、そうそう、翌日に関してはちょっと実家の母が、怪我したんで、ちょっと一緒に病院に付き添ったりとかして、バタバタしていて、ほとんどチェックができませんでした。で、チェックできないうちに、新しいプロペンがヨドバシで届いたんで、その日はほぼほぼ作業できなくて、で、今朝、そうそう、朝から、今チェックをしていて、で、新しいプロペンが来て、僕ん中では、その線がこのプップって途切れるのって、マジでこのペン先のなんか信号がうまく送れなくなってる時に起きる線が途切れるとかね、現象なんで、95%以上プロペン2に買い替えたら、それで元通りに戻ると思ったんですよ。正直もうそう思い込んでたんで、プロペン2が壊れちゃい寿命が来て壊れちゃいましたっていう、なんか線が途切れてるところを iPhone で撮って、なんかショート動画とかを作ってプロペンお疲れ様みたいな、ショート動画を作ってアップしちゃったりしていて、完全に濡れ衣というか、これ届いてみて、で、これでもう治るだろうと思ってやったら全く全然改善されなくて、ブッブッブって線が途切れてたり、その心電図みたいなバーバーって跳ねる現象全く収まらなくて、わあと思って、ちょっとね、この時に焦りましたね。要するに、これがダメだと、次に確率高いのは本体の方がぶっ壊れてるって話で、マジかよと思って。でも現実を認めたくないから、ちょっと待って、他にも原因があるはずだと思って、で、配線を、ドライバーの、チェックをね、細かくやって、あと、やったこととしては、ネットを検索して、例えばその X みたいなところ、リアルタイムで情報出るところとかを検索して、同じ症状でわーわー言ってる人はいないだろうか。要するに、OS のアップデートの直後とか、クリップスタジオとか、自分が使ってるアプリとかも結構定期的にアップデートされるんで、アップデート直後とかにちょっとトラブル、例えば特定の機種の液タブで、その線が途切れる現象が発生しておりますみたいなことで時々あるんですよ。なんでそれを調べてみて、リアルタイムで同じような状態で悩んでる人とかが全然いなくて、これ違うなと思って、要するに僕にしか起きてない現象だと思って、そうするとソフトウェアの問題とか OS の問題みたいなものがちょっと、外れるんですよね。そうなってくると、本体がめちゃ壊れてるという可能性が高くなってきて、あとはケーブルが配線がずっとあって、これ結構熱出すんで、例えば配線のどこかとか、USB で繋いでるところとか、USB のハブを経由していて、ハブがまた結構熱を出すんですよね。で、ハブとかがやっぱそろそろここ3年半とか、4年弱ぐらいか、経つんで、例えばその辺がおかしくなってきてるんじゃなかろうかと、熱で寿命が来ていて、例えば、繋いでる USB ハブで、例えば信号が時々なんか断線するみたいなことが起きていて、信号が時々行かなくなるから途切れるみたいなことがあるんじゃないかと思って。だけど、一緒に繋いでるハードディスクとかでエラーは全然起きないわけですよ。可能性としては低いなと思って、でも一応ハブ関連を全部外して、本体とこの液タブだけっていう接続の状態にして、要するに他のハードウェアが原因っていうのを取り除くために、全部外して、本体と、液タブだけ、Mac と液タブだけを繋いでるって状態でチェックしてみて、治んないんですよ。で、そうすると、もうこいつが壊れたの可能性がぐんぐん上がってくるわけですよ。それで、なんか、これ修理はきついなと思って。
まあまあ、きついなと思いつつ、でもそこに向かって今確率が収束していくんで、まあ、ちょっとサポートとかにメールをする準備とかをしながら、ふって思ったのは、OS とかの問題ではないと思ったけど、自分の、家の環境が他の人と著しく違うところはないだろうかって考えた時に、MacBook Pro 16インチ、M1 Max のモデルなんですけど、こいつにトリプルモニターで1個液タブみたいなのは割とレアケースなんですよね。もともとは MacBook Air を繋いでて、Air はトリプルモニターができなかったんで、ここにディスプレイリンクっていうそのソフトウェアを使って、USB のね、ハブをなんか特殊なハブを経由して、ディスプレイをその3分岐させるみたいなハードウェアを繋いでるんですよ。考えてみると、これ、レアケースっていうか、自分の環境でしかない条件だなと思って、で、ディスプレイリンクに関してちょっと検索をかけてみたら、ディスプレイリンクが、MacOS の最新版のアップデートが来た後で、何かの問題で、ディスプレイがうまく表示されなくなるっていう現象が発生していると。で、ドライバーを入れ直してもダメで、だけど、ドライバーをなんだっけな、再インストールして再起動した後で、一時的に改善してるけど、完全に問題が解決したものではないみたいだ、みたいな、すみません、僕の英語がいい加減なので、多分そんなようなニュアンスの、要するに、完全解決じゃないけど、ドライバーとかを全部再インストールして配線を全部外して入れ直すみたいなことをやると、一時的に解決したけど、なんか完全にそれで解決ってわけではなさそう。OS のアップデートか、ディスプレイリンクのバージョンのその新しいバージョンが出るのを待たなきゃねみたいなのをあの、そのユーザー同士が会話してるところかな。何かそんなところで話してるのを見つけて、ディスプレイリンクの問題の可能性があるなと思い始めて、これ気がつけて良かったですよ。ディスプレイリンクの先に 液タブを繋いでる人もまた多分さらにレアになるだろうしね。で、今言われたみたいにディスプレイリンクのドライバーをアンインストールして、配線を1回外して、再インストールして、もう1回配線やり直して、で、それをやったら今度ワコムの、ドライバーが一緒にアンインストールされちゃったのかな。なんか、ワコム、今度こいつが、ペンを認識しなくなっちゃって、で、ドライバーを本来であれば、ワコムのデバイスマネージャーっていう独立したアプリがあって、そこが常に最新版の、ドライバーが出たらダウンロードしますかとか聞いてくるんですよ。で、それが反応しなくなっちゃったんで、手動でドライバーを入れ直して、そう、だからそのディスプレイリンクとワコムのドライバーを入れ直して、配線を1回外して、やり直したんですよ。それで再起動したら、今のところ治りました。そして、古い方のプロペン2でも動きました。だから、プロペン2は悪くなかったんです。プロペン2壊れました、ご苦労様みたいな動画をちょっと消すか、ちょっと修正を、訂正を入れないといけないです。なので、ワコムの液タブに関しては、壊れてはいなかったです。ディスプレイリンクの、問題で、でもディスプレイリンクの問題で騒いでるっていうか、トラブっちゃったよって人が、ほとんどネットでも見かけなくて、それは多分だからそのディスプレイリンクで MacBook Pro で3枚モニターを繋いでる人がそもそもレアなのと、さらにその中で1枚液タブ使ってるみたいな人が、さらに多分レアなんだと思いますね。だったりするんで、その検索でも全然出てこなくて。ということで、実質的には、ちょっと1日その母のその病院付き添いみたいなんで、潰れていたりするんだけど、そうですね、なんか2日ぐらい、かかりましたね。その原因究明して、ああ、良かったっていうことになるまでに。で、今2本プロペン2があるんで、プロペン2でなんか2本、例えばこっちには水彩筆、こっちには鉛筆筆みたいなことができたら、ツール切り替えとかをしないで、ここで持ち替えたりとか、片方は消しゴム専用とか、そんなことができたらいいなと思ったんだけど、今ちょっとドライバーを見る限りでは、プロペン2を近づけると、必ずプロペン2っていう何かあれが出ちゃうんで、2本登録できるのかちょっとわかんないですね。なんかできそうな感じがするんだけどな。っていうことと、なんでだかわかんないけど、古い方のプロペンで
線を引いた時と、新しい方のプロペンで線を引いた時で、同じ筆圧で引いても線の太さが全然違うんですよ。古い方のプロペンはすげえ細く線が引けて、逆にだからそのペンを柔らかくするみたいな設定にしないとちゃんとした筆圧にならなくて、新しい方のプロペン2は逆に僕はだからこの古い方の細く引けるペンに慣れちゃってたんで、新しい方のプロペンはすごい柔らかくて、なんか太く線が出過ぎちゃうんで、またちょっと自分の筆のパラメーターを変えなきゃいけないかもしれないですけど、なんかそんなようなことがあって、もしかすると仕様がちょっと変わったのか、もしくは古い方のプロペンは実際にかなり寿命が来ていて、筆圧の調整がおかしくなってきてるのかもしれないです。で、まあ、そんなようなこともやっぱり2本あると、そういうことが分かったりするんで、趣味で書いてる人は全然いいですけど、仕事でやってる人は確かにちょっとそのバックアップを持っておくのが大事かなと思いました。ええ、みたいなことで、ちょっととっさに問題の切り分けとか、バッファーを持っておくとか、そのバックアップを複数の手段用意しておくとか、いろんなことを、準備しておかないと、締め切りが今回だからその締め切りは、まあ、ちょぼちょぼとあるとはいえ、すげえ差し迫ったものじゃなかったんで、とりあえずそんなに慌てふためかなかったですけど、例えばだから、明日締め切りを控えてるみたいな時に、こういうトラブルが起きると完全に詰んじゃうんで、すぐにできるそのバックアップ手段みたいなものを、僕の場合だからまあ最悪iPad Pro でやるが一応キープしてはあるんだけど、もうちょっとしっかりと何段階かトラブルに、備えておく手段を持っておかないとダメだなと思いました。まあそんな感じかな。何かの参考になれば、単純に絵を描くことだけじゃなくてね、やっぱり一番トラブルが起きやすいのって、締め切り前とか切羽詰まってる時なんですよ。だってその時が一番長時間使って、一番負荷の高い作業を、していたりすることが多いので。なので、トラブルは本当になんかいつも最悪の時に来るっていうイメージがあるけど、実際多分なんかこういうなんかデジタル機器なんか特にそうだけど、多分そうなんだと思うんですよね。なので、皆さんもトラブルに備えておきましょうということでした。はい。ありがとうございました。ではでは。先ほど問題が解決したと言ったんですけど、解決してませんでした。問題が再発しました。そして、多分今度こそ原因が分かったと思います。まあ、これも含めてちょっとなんかトラブルシューティングの参考にしていただければと思います。ですね、まず、先ほどだからそのドライバーを全部再インストールして、配線を1回やり直して、で、結果的にまあ、ワコムのドライバー自体も自動的になんか一緒にアンインストールされちゃったのか、よくわからないけど、まあ、とりあえず入れ直したと。で、治ったって思ったわけですよ。それで今この動画を、今まで先ほどまで喋ってたあの動画を作ったわけですよ。だけど、治ってませんでした。その治ったかどうかのチェックをした時には、この液タブの画面の割と下の方で、こうチェックをして、治ってる治ってる治ってる、綺麗に線が引ける、よかったって思ったわけですよ。でも、その後で、ここの画面の中央付近で、線を引いてみたら、わかりますかね、線をまっすぐ引いてるだけなのに、ちょぼちょぼと、この、凸凹が心電図みたいに線がこう、ぴょんぴょんと跳ねてしまう現象が、起きるわけですよ。そして、ほら、線が一回途切れたじゃないですか。この途切れが起きるわけですよ。ほら、途切れた。で、これが画面の下の方では、まあ、比較的起きないんですよ。綺麗に引けるし、その線も、まあ、途切れないんですよ。だけど画面の中央部では、ほら、途切れるんですよ。これがわけが分かんなくて、だけど画面の特定の位置だけで起きて、画面の中央で起きて端っこで起きないみたいなことが起きた時にとっさに思いついたっていうか、連想したのはなんか磁力に関係があることじゃなかろうかと。そういえばなんか過去にもなんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、やっぱり液タブiPad みたいなそのタブレット型の端末をどっかのメーカーが Android だっけな、Windows モバイルみたいななんか違う OS だっけな、何かでASUS だっけ、ASUS じゃなくなったんだよね。ASUS だっけ。なんかそんなようなメーカーが出してたやつを使ってたことがあって、それから何か画面の端っこの方はチャッターが出るっていうか、なんか歪むんですよね、線が。で、それの原因がなんか磁石に関係があっ
ったような気がしていて、なんかそれでとっさになんか磁石に関係があるんじゃないかっていうなんか連想を持って、その時に気づいたのが、ここに今水彩画を描いていて、で普段この Apple Watch と iPhone を充電するマグセーフ付きのやつをこの辺に置いてたんですよ。でそれが水彩のパレットを置くの邪魔なんで、こっちにこうガチャって言って無造作にずらしてたんですよ。で確かにこれをやってからこのシャッターというか線が途切れる現象が起こり始めたと。でこいつをよいしょ元の場所に戻して、元の場所に戻してみたら綺麗に線が引けるんですよ。全然途切れないんですよ。こいつだ。だからそのドライバーがとかそのなんかもうプロっぽい感じでなんかこうやって問題を切り分けるんですみたいな偉そうなことを言ってしまいましたけど、全然関係なくて、もうなんだろう、この動画なんかやめたいな。なんかでもなんでしょう、反面教師にしてください。なんか思いもよらなかった信じらんないとこになんていうか原因があって、マグネットに関して言うとなんだろうな、これマグネットなのかこの何かわからない電流みたいなものなのかちょっと全然わかんないんだけど、思いつかなかったのは、普段ここにマグネットのこのマグセーフ付きの、要するにこれと同じだけの磁力を出すこれをここに無造作にいつも置いてるんですよ。ここが割と定位置になってるんですよ。でこれを置いてる時には別にかすれたりとかその途切れたりとか線がビヨ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 波打ったりとかしないんですよ。だからこのメーカーのわからないその中華製のこの充電器がなんでこいつだけがこの液タブに悪影響を及ぼすのかが、磁力がこの木刀とかのマグセーフのこのマグネットに比べて特に強いわけじゃないんですよ。同じぐらいの強さで、むしろこっちの方がピタッとくっつくし、だけど別に大丈夫なんですよ。裏側とかいや関係ないね。だったりあるいはここにケーブルが机の下に脱落するのを抑えるようにマグネットをくっつけて、映ってるかな、マグネットをくっつけて、ここにマグネットの台座があって、ここで落っこちないようにケーブルを固定するためのこの磁石とかが無造作に置いてあるんですよ。だけどそれも別に影響しないんですよ。なんかわからないけどこの充電器だけは近づけると液タブがおかしな反応するんですよ。いやこれ使うのやめた方がいいのかな、なんか怖くなってきたな。というわけでとりあえず思いもよらない方向で問題が解決しました。とにかく線は引けるようになって、うわこれ修理とか買い替えとかになってたらもうちょっと大変でしたよ。よかったです。で本当にこれに気づいてよかった。全くこれを疑いもしてなかったし、これをここに動かしたことも全然覚えてなかったんで、偶然何か自分の中でその連想が働いて、その端っこは大丈夫だけど真ん中はおかしいみたいなのになった時に、何か磁力に関係があるんじゃないかっていう突然のそのひらめきというか連想が働いたんで今気づいたけど、なんかそれがなかったら今でもっていうか正直もうメーカーに修理を頼んでるとこですよね。今突然何かカメラがもうなんかいろんなとこでなんか不具合が起こりっぱなしだな。今カメラが突然切れたんでちょっと最後入ってなかったかもしれないですけど、まあとにかく、問題は解決しました。お騒がせしました。何かこうトラブルシューティングの参考になればいいんですけど、まあ要するに自分を過信しないとか、いろんな思いもよらないミスをしてるんじゃないかってことを常にやっぱ疑ってみるってことですね。ちょっとこれは思いつかなかったな、これがここに触ってて。要するに普段マグネットを置いていたり、その iPhone マグネット付きの iPhone を置いていても何もトラブルが起きなかったけど、こいつを置くとトラブルが起きるなんてちょっと思いつかないですもんね。まあだったりする何かだからそのこう原因を特定するなんか参考になればいいんですけど。ということでした。ちょっとなんか自分のための動画みたいになっちゃったけど、ありがとうございました。